はい、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、またよくコメント欄に来ているお悩みなんですけども。お悩みシリーズね。お悩みシリーズです。漫画が考えれるんですけど、うまく描けませんという。ストーリーは自分の中で想像ついてるけど、多分なんとなくみんなストーリー考えてる、キャラクターも考えてる。じゃあいざ漫画描こうと思った時に、うまく描けないっていう。でもね、わかる気がする。どう描いていいかわかんないってことだよね。そうだよね。で、まあ、描いてみた人たちがうまくいってない原因っていうのが、まあ大きく分けて5つぐらいあるなと私は思ったのね。なるほどね。なので今回はそれをみんなに紹介したいと思います。で、自分がそれに当てはまってるんじゃないかな、どうかな、なんて思いながら、ぜひちょっと見てみてください。それでは早速やっていきましょう。じゃあ今回の5つの漫画がうまく描けない原因なんだけども。これは新本先生的にこうだよって。そうだね、そうだね。まあどっちかというと全く今から描いたことない人っていうんじゃなくて、一度描いてみたもののうまく描けない原因みたいな。一回試してみたけどもってやつね。そう。なんだけども、今回はせっかく漫画の企画なので、私もあえて、その漫画で描いてきました、原因を。すごいじゃん。漫画で説明するってことどういうことか、ちょっと1個目、ポイント1をやってみたらなんとなくわかると思うので、先に何が悪いか言わないから、原因が何か言わないから、S君もその漫画を一緒に読んで考えてみてください。いや、その漫画を見て、何がダメだったかっていうのを考える。そうだね。ちょっとね、漫画がヒントになってたりとか、漫画内で説明してたりとか。新しいスタイルや。そう、みんなもよかったら一緒に考えてみてね。じゃあまずポイント1です。よーし、今から走るぞ。S 君ファイト。ところで、君は今から何メートル走るの？パーン！S 選手、ゴールも見えないのに、しょっぱなから全力疾走していった。こりゃ、途中危険だな。という漫画です。さて、S 君、これを読んで、ポイント1、分かったでしょうか？なにこれ、むずっ。普通に漫画や。まあ、これは正直、この漫画がどうこうではない。この漫画の中が、失敗を犯してやってるわけじゃない。この漫画がその内容を伝えてます。こういうことしちゃってないっていう。全然わかんない。普通にむずいんだけど。どういうこと意味がわかんないよ。いいですか？正解は、ゴールを決めずに、要は何ページを書くかを全然決めずに漫画を描き始めてるっていうことです。でも全然ピンときてない。全然わかんないって。まあ今回は、この漫画の中に失敗例があったわけじゃなくて、この漫画で分かりやすく説明してあげた。どういうことかっていうのを分かりやすく説明してあげたんだけども、イメージとしてね。要は、結局みんな漫画描き始めるとき、なんとなくお話浮かぶじゃん。キャラクター浮かぶじゃん。よし、描くぞで描いてるんじゃないかなと思って。要は、今から描くその話、自分の中で30ページぐらいの話なのか、それとも15ページぐらいの話なのか、なんだったら100ページとかに行く長編なのか、想像して書いてるっていうのを聞きたい。なるほどね。それを決めずに書いてたら、絶対に途中でなんか、あれページが合わないぞってことになったりとか、あれなんか全然の後半がスカスカになっちゃう。逆に前半に時間取りすぎて、後半に話が入んなくなっちゃう。っていうのはめちゃくちゃしょっちゅう起こり得ることなのね。だから最初にペース配分しとくことって絶対大事なの。要はこのマラソンと一緒で先に何メートル走るか知っておくことっていうのが本当に大事。そういうことね。そうしないといきなりしょっぱなからこうやって全力疾走しちゃったりとかね。いや、ペース配分を間違えるっていうこと。なるほどね。だから、そういうミスをやっちゃってる人が多いんじゃないかなと思ったので、ぜひ最初に自分が、要は何ページ書くか、要はだから走ることで例えるんだったら何メートル何キロ走るかっていうのを分かった上でね、漫画も書き始めてくださいねっていうことです。ということ、大丈夫ですかこれ。これ今回は俺多分一問も正解できないと思う。めちゃめちゃ難しい。では次はでもね、漫画にもその失敗例が出てますので、分かりやすいです。じゃあ、漫画がうまく描けない原因2つ目。よーし、明日はみんなで遠足行くぞとしんりちゃんが言ってます。新本先生、おやつにイカ持ってっていい？私はタコ。いいけど。で、先生、僕はカニ、ダイオウグソクムシ、伊勢エビ持ってくわ。こっちゃんダンゴムシ持ってっていい？わいわい。いや、多くない？人も足も。さあ、これが原因2の漫画です。さあ、エスク、どういうことか。漫画がうまく描けない原因2。これはわかりやすいよ。いや、だから、
多すぎるんだよ、キャラクターが。正解！ S 君大正解です。いや、最初から思って、斎藤出てきたわと思って、これまだ3人なのかと思ったら、こっち来て全員出てきたから。そうだよね。いや、キャラ多すぎと思って。そういうこと。S 君の今言ってくれた通りです。要は、漫画書くとき、仮にだよ、よくある30ページぐらいで読み切りだったと想定しよう。出していいな、正直この1ページ目ぐらいまでの人数。これ以上来ると、もう読者の人は、誰が誰かも把握しきれないし、急にいっぱい出てきたぞ、みたいな気持ちになる。で、正直後半にこのキャラがいっぱい出てこられたところで困るっていうのもあるから、正直キャラ出しすぎてないっていうのが初心者がやっちゃいがちな原因の2つ目。出したくはなっちゃうけどねってことね。そう、出したくはなっちゃうんだけど、この1ページ目ぐらいまでは出だしが良かった。だけど、ここに行った瞬間、まだ出てくんのまだ出てくんのみたいな感じで、ちょっと出過ぎてるよねっていうのが2つ目の原因でした。これだったらほら、俺たちはね、そのキャラクターをもう知ってる状態だから見れるんだけど。そう。でも今の人さんもほとんどね、この1ページ目のキャラはなんとなくしてただろうけどね、ここ以降のキャラ、これ誰ってなったでしょ、みんなもね。こういうことよ、みんな。そういうことが起きちゃうから、キャラっていうのは極力、特に初め漫画描き始めたばっかの人っていうのは、できたら2人がいいと思う。主人公と相手役。でももう1人ぐらい追加しても。ライバル的なキャラね。そう。で、収めるっていうのをちょっと頭の中に入れといてください。ちなみに私は漫画家だから面白さを追加して、ここに、みんな多いっていうネタからだよ。ちゃんとイカ、タコ、カニ、ダイオウグソクムシ、伊勢エビ、ダンゴムシというね、足も多いキャラを出すというこだわりを持ってみました。なんかだからさ、ちょっとしたさ、笑いを取ろうみたいな絶対入れるよね。入れます。やっぱそこ漫画家としてのプライドなんだ。やっぱそれはさ、ただ人数多いだけじゃなくて、ツッコミどころとして、足も多くないっていうツッコミ入れたかったんだよねっていう、全然本編とは関係ない小ネタでした。ということで、S 君大正解。これはね、なんかしょっちゅうなんか聞いてるし、そうだよね。じゃあ次も結構、わかりやすいと思います。初心者やりがち3つ目はこちら。俺は S 君。新本真という漫画家のアシスタントをやっている。新本先生は少女漫画を描いている。漫画家のアシスタントだけど、俺のやる仕事の内容は、S 君、仕事お願い。わかった。掃除とか洗濯とか料理とかで、家事ばっかり。いや、これ、漫画家のアシスタントの仕事か？絵を描く手伝いをするもんじゃないの？先生、もっとちゃんとした仕事したい。ちゃんとした仕事？肩のマッサージとか？絶対違う。はい。S 君、わかったでしょうか？この漫画内でやってます。やらかしてます。コマが一緒、全部。はい、ブブー違います。おい、マジか。S 君の言いたいことわかるよ。コマはね、違うとかね。でも正直初心者の人は私そんなこと気にしなくていいと思ってて、もっとそういうところじゃ内容的なところなんですけども。内容話ってこと？難しいだろうから、全然わかんない。正解を言いますね。正解はですね、セリフで説明しすぎてるです。これは実は、直した例があります。だからちょっと直した例を見てもらった方が分かりやすいと思うので、セリフで説明しすぎてるがどういうことかみんなこれを読んだ時分かんないだろうから。じゃあこれをセリフで説明しなかった例見せたいと思います。これはまず失敗。一回覚えておいて S 君この内容。覚えた ?OK。いくよ。俺は S 君、新本真という漫画家のアシスタントをやっている。S 君、仕事をお願い。テキパキ、テキパキ、テキパキ。いや、これ、漫画家のアシスタントの仕事か？先生、もっとちゃんとした仕事したい。ちゃんとした仕事？もみもみもみ。ああ、いいよ、S 君。絶対違う。これが、セリフを減らして、絵で説明を多くした例です。確かに。ここの部分とかね。そうです。あとはこの辺とかね。そうです。もうちょっと細かくみんなにも分かりやすい言うね。例えばこれ一番最初のこの2コマ目。新本真という漫画家のアシスタントをやってる。ここまではいいんだけど、新本先生は少女漫画を描いている。これがね、この絵で伝わらないのよ。確かに。それを伝えるなら、漫画を描いてる先生を入れるべきだし、背景に少女漫画っぽい絵を散りばめたらもう説明はいらない。この人は少女漫画を描いてるんだなってわかる。で、S 君の仕事内容が掃除とか洗濯とか料理とかって言ってたのも、S 君仕事お願いの後に、ただその絵をテキパキ出せば、要は掃除してるとこ、洗濯してるとこ、料理してるとこ出せば、もうみんなには伝わる読者にはわざわざ口で説明する必要ない。確かに。っていうので、そうすると1コマ分ね、短くしてここに絵が入るんだよね。で、この後に、って言って、絵を描くの手伝いをするもんなんじゃないのかなって思う S 君も、これも
も結局はだから絵を描いてる自分っていうイメージを入れてあげることで説明がつく。なるほど。で、最後、じゃあ先生が、シンディちゃんが、じゃあ肩のマッサージとかって言うけど、それもセリフで言わせるんじゃなくて、もう実際にやらせた絵を入れる。っていうことで、もう言葉もなくて説明つく。確かに。っていうので、1コマ分減らせてる分、最後もこうぎゅうぎゅうにならずにちょっとゆとりを持って漫画を進めれるのね。こういうことをやってほしいんだよね。はあ、難しい。これやっちゃってないかなって思う。要はやっぱり言葉が先行するから漫画どっちかっていうと。結構文字で説明して、そこに当てはまる絵を入れるっていうことをすると思うんだけど、当てはまる絵を入れるんだったら、正直そのセリフ削れないっていう。っていうのを別に1回目読んだ時みんなあんま違和感なかったと思うんだよね。いや別にまあ読めなかった。読めたよね。まあ読めたんだけど、後半のこれを出された時に、絶対こっちの方が面白いっていうか分かりやすいってなってると思うんだよね。これやっぱだからね、すごく難しいところなんだけど、プロの編集さんとかは絶対こっちの方が多分言う。絶対こう最初よりもね。そうっていうのもだから編集さんとかにいいと思われたい時とか絶対こういう風に書いた方がいいっていうか、なんだろう、あとまあ読者の人たちも絶対こっちの方が目で伝わる情報が多いから、なんだろう、その言葉で説明されないから、なんで漫画を描くのかっていうことを考えてほしいんだよね。小説を書いてるわけじゃなくて漫画を描いてるっていうのは、要は絵で伝わるものを描きたい。で、プラス言葉が入ってるぐらいの気持ちなんだよね。っていうのをぜひちょっと頭に入れて書いてほしいなと思います。じゃあ次です。悪くなっちゃう原因4つ目。勇者新本とその一行はついに漫画大王に挑む。なんだこれ。この扉の先が漫画大王の部屋。大丈夫、私には伝説の G 剣がある。新本先生伝説の G 剣。伝説の漫画家の G ペンを加工して剣にした絵が上手くなる気がする。じゃあ行くよ。昔大王にやられた古傷が、僧侶 S は前にも一度漫画大王と戦い、お前の絵の才能はいただいた。グハー敗れた。待って、俺僧侶だったんかよ。それ以降画力がゼロになってしまった。これ昔 S 君の書いたリヴァイ兵長ね。やべえ、そんなよく見つけてきたな、おい。S 君しっかりうまく描けない。待って、斎藤なんなんだ。ぐるるる、めちゃくちゃお腹すいた。格闘家斎藤はグルメだ。大王ってどんな味するのかな。昨日の夕食はドドロまんじゅう、ピードロの丸焼きだった。漫画王に俺はなる。全然うまくならない。戦いに全然来ないな。さあ、S 君。どうでしょう。これもわかりやすいよ。原因4つ目、なんでしょう。普通になんか、なんで新本先生が勇者なんだってとこと、くそ、なんで俺が僧侶なんだって。そんな、漫画楽しまなくて、みんなも漫画楽しまなくていいの。漫画楽しまなくてよくて、やっぱこの漫画でもやっちゃってるし、まあ結局最後に結構コメントとしてツッコミ出てるけども。まあ、早くバトル見たい。まあもう言葉が出なせからいいでしょう。まあ大きくは間違ってない。要は、話やね、細かい設定や、なんか伝えたいことを詰め込みすぎて、話が全然先に進んでないです。あ、それ言いたかった。そういうこと。早くバトル見たいってのそれ。要は、自分の中でこのキャラクターって実はこうなの。実はこの武器にはこんな設定があるの。実はこのキャラ昨日こんなことしてたの。だからそういういろんな伝えたいことがありすぎて、でもその話って実際本当は大筋の話には関係ないこと。で、そういうのを入れ込んだせいで、全然本来のみんなが読みたいと思ってた話に進んでくれないっていうことをみんなやっちゃってないかなって思います。まあ今回の話っていうのは、要はその新本一行がね、勇者新本一行が漫画大王に挑む。で、要はこの扉の先が漫画大王の部屋っていうとこまで来てる。まあこの漫画いきなりこっから始まってるけど、おそらくこの前にもすでにいろいろあった上で、ついにここまで来たんだよね。で、もうみんなも、いよいよ大王だって思った時に、関係ない話入ってきてる。要はこの G 剣の説明。まあ正直、まあここぐらいまでだったらまだよくはいい。でもここで入る話じゃなかったかもしれない。もしかしたらね。で、さらに S 君の過去設定。まあどうでもいい。正直。やられたやつね。で、画力がゼロになってる。ほんとどうでもいい話。で、さらに斎藤がお腹が空いてるという無駄な感情。さらに昨日の夕食が何だったかという説明。もうここに至っては本当に今これいるっていうような説明がここに入ってきちゃったせいで、みんなが読みたい大王との戦いが全然始まらない。まあこれって今はちょっとわかりやすいためにこう説明したけど、自分の中でどうでもよくなければ入れていいんだよ。本当に大事なら。
ら、この説明がなかったら、この話進まないわっていう話が絶対出ていい。だけど、正直斎藤の昨日の夕食なくてもこの話は進むし、S 君のこの過去に画力がゼロになってしまったこと、これも私の中では今回はなくても話が進む。確かに確かに。まあ、強いて言うところ伝説の G 剣は、なくても話が進むかもしれないけど、だったら G 剣を手に入れる段階で説明が済んでてほしいっていうようなね、まあそういういろんなことがあるんだよね。っていう、まあそういうのを自分の漫画で見直してみてほしいなと思いました。うん。やりがちなの、これって。まあ確かにね。なんか大抵初心者の人たちの漫画っていうのは、足りてないことが、じゃない。なんかあれこれって結局説明が足りてなさすぎて、全然よくわかんなかったよっていうことよりも、説明しすぎてて、なんか話がごちゃごちゃになってたよってことの方が圧倒的に多いです。足りすぎてるってことね。足りすぎてる。まあ気持ちはわかんのよ。このキャラってこうなのとか、この武器ってこうなのみたいな説明をしたくなる気持ちはめちゃくちゃよくわかる。そうだよね。自分が作ったキャラクターだし、まあその説明をいろいろ考えてるから、それを説明したくなっちゃうよね。説明したくなっちゃう。その通りなんだけど、そのタイミング今かなとか。今ここでは説明しなくてもいい。なんだったら読者に想像してもらうぐらいでいいっていう気持ちを持つことが大事。漫画家が説明しすぎることって絶対ない。読者に想像してもらうのが大事ぐらいの気持ちでぜひ書いてください。というのが4つ目のポイントでした。まあここまでが深い話。結構大事なポイント全部押さえちゃいました。ということで最後5ポイント目、これになっております。いや、もはや漫画が楽しくて漫画見たくなっちゃった俺。もう漫画の内容は気にしなくていい。まあ5ポイント目はこちらになっております。最後です。どうした漫画がうまく描けないんだ。真っ白。具体的には何に悩んでる？小回りとかキャラ設定とか見せ方とか背景とか。あと今回の動画のせいでさらによくわかんなくなった新本先生がいろいろ言うから、おいっていうツッコミね。大丈夫だよ、S 君は。そもそも君に悩んでる暇はないから。書きなさい。いや、漫画制作はただでさえ時間がかかる。とりあえず書きなさい。でもいろいろつべこべ言わず書きなさい。悩む時も手は動かし続けなさい。はい、というのがもうポイント5、原因5です。何これ何にもわかんねえよ。まあこの漫画が全てのことを言っております。はい。まあまとめてもらうと、一言でまとめてもらうと、とりあえず、悩んでないで書きたいものを書きなさいってことです。大正解S 君、そういうことです。まあ、言ってるやん、これ。今回言いたかったポイント5っていうのはですね、そもそもみんな悩みすぎてないかっていうことを私は言いたい。漫画がうまく描けない原因の一番は私。要は、悩みすぎてる。それが一番じゃないかなって思います。で、ここで最後、シンディちゃんが言ってるように、漫画って本当に描くのに時間がかかる。一枚の絵描くのを何度も繰り返すわけだから、本当に時間がかかるけど、手止めて一回描くのやめてないかなってちょっと思ったの。っていうのを漫画は描き終えないと何にも意味がなくて、完成しないと漫画と呼べない。今確かに。途中で終わっちゃったらね。そうなのよ。で、正直最初がダメでも後半めっちゃ面白くなることだってあるし、最初めっちゃ良かったけど後半ダメになることもある。でもそれを全て総合して漫画の作品の良し悪しって決まるから、書いてる途中で悩んでる場合じゃないよ。本当にみんな書いてる途中で悩んでる。一回とりあえず書き終えてみて悩もうっていう話です。で、なんだったらもう書き終えてみて悩みながらもう次の作品書こうみたいな。もう書きながら試行錯誤して直していこうっていうことを言いたくて、だから最後はちょっとシンディちゃん怖い感じになっちゃってるけど、本当に悩むことは悪いことじゃないんだよ。だから悩んだって全然いいんだけど、手を止めることはやめようっていうのは私は言いたい。難しいけどね。だからそれが漫画がね、逆に手を止めてるせいで上手くなっていかない原因じゃないかなと思います。何度も書いていくうちに絶対上手くなるし、自分のなんかダメなとこ見えてくるし、なんだってやっていくうちに解決していく問題って結構あるから。これは新本先生の担当の人も言ってるよね。とりあえず書いてみて、ぜひ持ってきてください。そうなのよ。もうね、1作目から完璧求めないでみんな本当に。でもなんだったら10作目とかまでも完璧とか求めなくていいし、なんだったら今の私も完璧は求めてない。でも書きながらってなってること全然あるけど、もう書くしかないから書いてる。新本先生連載してるしね。そう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 。締め切りが決まってるからね。そうそう。あと本当に漫画は完成させないと漫画の作品と呼べないから、とにかくみんなまだ漫画に至ってないかもしれないよ。書き途中でやめてたらね。そういう人はね。そう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 。イラストがいっぱいあるだけで終わってる可能性あるから。だからぜひみんなね、悩むことは全然悪いことじゃないけど、悩みながらを書き続けてみてくださいというのは私は最後言いたかったです。ということで、今回は、漫画がうまくならない原因5つを
漫画家なので漫画で説明してみました。新しい、なんだろう、発想というか。っていうのもね、教えたかった。私やっぱ漫画だから、漫画で書く方が説明しやすい。口で言うよりも。っていうのもあるなと思ったし、やっぱ漫画書くことによって、今私が今回伝えたこと以外ももしかしたら漫画見てもらうことで発見があるかもと思ったの、見てる人。なるほどね。先生こういう風に書いたんだとか、ここういう風にコマ割って表現したんだ、みたいなのをもしかして発見があるかもしれないので、よかったらこの動画何度も見てみて、自分なりの新たな発見を見つけてみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎と。デスクでした。バイバイ。みんな漫画いっぱい描いてね。僧侶だったのがちょっと気に食わない。じゃあ何だったの？いや、遊び人とかにしてくれよ。何それ。別にめんどくさい。なんでさ、勇者の次いきなり遊び人なの？いや、僧侶っていうのがちょっと気に食わない。なるほどね。はいはい。